こんにちは。今日はですね、ミラーレスカメラなどで動画を撮影する際に手ブレを劇的に抑えてくれるジンバルを1台紹介したいと思います。新しくカメラを購入して動画をとりあえず撮ってみようって言って撮ってみた時に、最近のスマートフォンなんかと比べてもかなり激しく手ブレしている動画になってしまって、結構がっかりされている方もね、いらっしゃるんじゃないかと思います。こういったジンバルを使うと初心者の方でもびっくりするほどスムーズな映像が撮れますので、動画撮影いろいろ楽しみたいっていう方にジンバルは本当おすすめです。で今回の動画はまだジンバルなんて全くわかんないよっていう方とか、これからちょっと購入を考えてみようかなっていう方に参考にしていただけるような動画にしたいと思います。このチャンネルではカメラやレンズの紹介もしているんですが、それ以外にもあると便利な撮影機材の紹介もたくさんしています。ジンバルとかライトとかマイクなども紹介しています。動画の下の概要欄に再生リストのリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。今回紹介するのはガドセンのモザエアクロス3という機種になります。この機種はですね、私も初代モザイアクロス、そして第2世代も愛用してきましたので、なかなか思い入れのあるジンバルになります。でもう発売されてからしばらく経つ機種なんですが、発売当初はですね、結構値段設定が高かったりとかして、ライバル機よりもちょっと高いぐらいだったのでどうかなと思ってたんですけど、最近はですね、だいぶ値段が下がってきて、クーポンなどをうまく使うと5万円少々で買えるような感じになってきました。でこのモザイアクロス3の立ち位置なんですが、ジンバルといってもいろんなサイズがありまして、カメラの大きさなどによって変わってきます。で一番小型のものであればスマートフォン用のジンバルがあります。そしてその次にはこういった小型のジンバルがあります。これ他社製品なんですけど、だいたいスマートフォンからコンパクトカメラ、そして小型のミラーレスぐらいまでいけます。この機種に関して言えばフルサイズのカメラでも単焦点の軽いレンズをつければ使うことができます。そしてそれよりもちょっと大きいサイズがこの辺りになります。これも以前紹介しているんですが、これはですね、フルサイズのカメラにズームレンズなどをつけても問題なく使うことができる機種です。この機種はだいたいペイロードが 2.5kg というふうに書かれていました。でさらにそれよりちょっと大きいサイズのものがこのモザイアクロスシリーズになります。で今回紹介するのはモザイアクロス3なんですが、だいたい全体的に見るとミドルクラスの中の大きい方という感じでしょうか。ペイロードは 3.5kg までいけます。結構重たいものを乗せることできますよね。本体と合わせると 5kg ぐらいになってしまいますので、なかなか 5kg のものを持って長時間撮影するっていうのは辛いんですが、それでもそのぐらいまで乗せることができます。でペイロードが大きいということはそれだけモーターの出力も強いので、歩いたり走ったりして撮影しているといろんな衝撃がカメラにも加わるんですが、そういったものを余裕を持ってこなしていける、そういうところがいいのかなと思います。で今回は紹介しませんけど、もっと上に大きいものもあります。ペイロードが 5kg とか 6kg っていうものもありますけど、そちらはさすがにちょっとプロ用の機材という感じになっていくと思います。で今回のこのエアクロス3は、2と比べるとかなり変わっています。2と 2S っていうのがあったんですけど、これは2になります。まず外観上も全然違っています。2はね、結構未来的な感じだったんですが、この3はオーソドックスな外観に戻っています。ボディもかなり剛性が上がっていて、ハンドルも太くなってます。ゴムが巻かれていますので、握り心地もとてもいいです。でバッテリーは内蔵式になりました。バッテリー容量は2よりも若干増えていて、バッテリーの持ち時間も伸びています。2の時はね、このグリップのところが握り込むと若干ギシギシ言ったりもしてたんですけど、3はそういったものは全然なくてガチッとしています。で2についていたこのホイールもなくなっています。でさらに操作系もかなりシンプルで簡単になりました。ほとんどマニュアル見なくても操作できると思います。そしていくつかボタンを長押ししたり何回かクリックするとか、そういった操作もあるんですけど、比較的簡単に覚えることができるぐらいシンプルになりました。ジンバル操作の中でも重要度の高いモード変更もこの M ボタンを押していくことによってどんどん変更することができます。で機能が増えれば増えるほどボタンも増えたり、あとボタン操作も複雑になっていくんですが、やはりジンバルっていうのはブラインドタッチでいかに早く操作できるかとかが大事なので、シンプルになっていくというのはいいことかなと思います。じゃあ実際どんな風に操作するかっていうのを簡単にお見せしたいと思いますが、ここに電源スイッチがあります。これを押すと電源が入りまして、でこれがジョイスティックになっていて、基本的にはこのジョイスティックでカメラを上下左右に動かします。
で、メニューボタンを長押しするとメニューに入ります。でその後はこのジョイスティックで右で選択、で左で戻っていくという感じになっています。でモードボタン長押して再度撮影モードに戻ります。で対応している機種であれば、ここのシャッターボタンなんですが、これでシャッターを切ったり録画を開始したりすることもできます。2段階になっているので、半押しでピント合わせたりということもできます。人差し指側にはトリガーボタンがあって、これはいつも他の機種も大体同じなんですが、1回押すのか2回押すのかとか3回押すのかでいろんな機能が割り振られています。と聞くと結構複雑だなっていう風に感じる方もやっぱりいらっしゃるかと思うんですが、メニューもかなりシンプルになってまして、初心者の方でも本当にね、すぐに慣れると思います。カメラの装着に関しては、以前のモデルはダイヤル回転式だった部分がレバー式にちょっと変わったりとか、あとはですね、各アームのロックボタンもちゃんとついています。これは今時みんなね、ついてますよね。AirCross2 からかなり改善されている点がいくつかあるのですが、一つは分解時のサイズがね、かなりコンパクトになりました。真ん中の部分をこういう感じで折りたたむことができますので、A4 のカビにほぼ隠れてしまうぐらいのサイズになっています。携帯性がかなり上がっていると思います。で、もう一つの特徴が、これが最大の特徴と言っていいかもしれないんですが、4つの形に変形します。でまず1つ目が昔からあるタイプのこの縦型で持つ一番、クラシックな縦型ジンバルの形です。で2番目はですね、デュアルハンドルモードといって、1個三脚が余分にいるんですが、これをつけると両手でジンバルを支えながら撮影することができます。重たい時は両手で持つって結構有効かと思います。この真ん中のところが先ほども言いましたがパカッと開くので、ここにですね三脚をねじ込む穴が開いているので、この一番重たいジンバルのこの頭の部分を支えるところにハンドルをつけてそれを持つことができますので、かなり持ちやすくなります。さらにこの斜めに取り付けた方の三脚を持って上から吊るすような持ち方ができます。そうするとこれが3番目のスリングモードといって、ローアングル撮影をするときなんかは非常に有効なモードです。4番目はですね、グリップエクステンションモードというモードで、ジンバルの付け根のところのネジを利用して、これはですね、同じくガドセンが販売するスライポッドプロという電動スライダーなんですが、このスライポッドプロもですね、非常に面白くて電動で伸び縮みするんですが、この先端にジンバルを取り付けることによって2つを組み合わせて撮影をすることができます。どちらもこのモザマスターというアプリでコントロールするんですが、このアプリの中で2台を連携させます。そしてあらかじめ動きをプログラミングすることができるようになっています。これはね、他のメーカーにはない特徴なので、うまく使うと本当に面白い映像を撮ることができるのではないかと思います。例えば、横方向にスライダーで移動しつつ回り込むような撮影とか、上に伸びながら回り込んでいくとか、そういったちょっと前では素人では絶対撮れなかった非常に高い撮影マシンみたいなのが必要だったような撮影もうまくやれば撮ることができます。ではここからはですね、実際ちょっと外に出ていろいろテストしてきました。ちょっと雨が降っていたんですが、片手で傘を差しながらでもジンバルを持っているとこんな感じで安定した映像をまず撮ることができました。で次にですね、手ブレ補正あるなし、それからジンバルに乗せてのテストをしてみました。まずは手ブレ補正なしの状態で歩いています。ブレブレです。次は走っています。ひどく揺れます。で次はですね、レンズ内の光学手ブレ補正だけオンにしています。やっぱり揺れますね、かなりね。で次はそれで走っていますが、やはり使い物になりません。で次はですね、アクティブ手ブレ補正オンです。電子手ブレ補正が入っています。だいぶマシになりましたね。でもやっぱり走ったりするとブレブレですね。で次はですね、ジンバルに乗せてみたいと思います。ちなみに使っているカメラは ZV-E10 で、レンズも一番最初についてくるキットレンズです。ジンバルに乗せて歩いてみます。わずかに上下動はありますけど、かなり安定やっぱりしてますね。走ってみます。走っても似たような感じですね。よりスムーズでしょうか。ちょっと上下動がありますね。4つを並べてみました。右下がジンバルですね。やっぱり別次元の安定感ですね。走ってもやっぱりそうですね。全然違いますよね。
でこれはですねインセプションモードですね。これもですねやっぱジンバルがないとこういう動きができないので、うまく使うとね面白い映像撮れますよね。次はですね走りながら息子を撮影してみました。 T シャツ短パンクロックスで雨の中爆走しています。吊り下げモードで比較的ローアングルでの撮影でしたが、こういった映像もですねジンバルがないと絶対不可能かなと思います。GoPro とかでもねいけるとは思うんですけど、普通のミラーレスカメラではやっぱりこういう映像はジンバルがないと難しいと思います。今度はですね一人で全力疾走してみました。階段を駆け上ったりしてみました。階段もスムーズですね。やっぱりねむちゃくちゃスムーズになります。軽く上下動はしてますが、もう本当にこれ普通に何も気にせず走ってこの映像が撮れますからね、やっぱりいいですね。でこれはですね、回転しながら見上げるような映像を撮ってみました。こういう映像もやはり手持ちだとなかなかね難しいと思うんですよね。ということで少しでしたけど、ジンバルがある場合とない場合の違いもね見ていただけたと思います。ミラーレスカメラなんか買ってレンズもどんどん買い揃えていくといろいろ違いを楽しむこともできるかとは思うんですが、動画を撮ってみたい方、特に今回お見せしたように子供の映像なんかはもう子供も結構動きが激しいので、動きのある映像になるかと思うんですけど、そういう時もジンバルが1台あるとね本当に役に立ちます。で今回レビューをしたこのモザエアクロス3なんですが、個人的には第2世代のものよりも使いやすくなっているなと感じます。グリップが太くなって持ちやすくなったりとか、バッテリーの持ちも良くなりましたし、充電も早くなりました。それからメニューもかなりシンプルになって、省かれた機能とか設定などもあるんですが、はっきり言って初心者の方があまり使わないような部分なので、なければないでシンプルでいいかなと思います。あとは変形モードもね、1台でいろいろな形を楽しむことができますので楽しいと思います。詳しい情報は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをぜひご覧になってください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。